こんにちは。大体何でも作れるスーパープログラマーニャオキャットです。この動画シリーズではゴドーというゲームエンジンを用いてひょが嫁さんと一緒にゲームの作り方を学びます。最初の2本はこのようなチュートリアルゲームの作成を前編と後編に分けて行います。この動画の内容を手元でも行う場合は次の手順が必要です。ゴドー公式サイトから最新安定版をダウンロードし実行します。ドキュメントのチュートリアルのページからアセットの ZIP ファイルをダウンロードし展開しておきます。ダウンロードしたゴドーを起動します。新規プロジェクトの作成を押します。適当なプロジェクト名を入力し、フォルダーを作成し、作成して編集を実行します。ダウンロードしたアセットファイルの中身をファイルシステムの中にドラッグドロップして投入します。Hola, me llamo Hyogayome Bepe です。ジャマリヨメ、soy tu esposa canguro。はい、Hyogayomeです。じゃあ始めていきましょうか。はい。チュートリアルとして画面外からぴょんぴょんってエネミーが飛んでくるんで、それを避けるだけのゲームを作ります。縦長で作りたいので、左上のプロジェクト選んでいただいて、はい。プロジェクト設定で、これがゲームプロジェクト全般に関する設定ができるところですね。はい。で、左の下の方にディスプレイっていう大項目の下にウィンドウがありまして、横幅を480の縦幅を720にしてください。はい。そしたら一旦閉じていただいて、じゃあ最初にその他のノードを選んでいただいて、はい。で、エリア 2D というものを追加してください。エリア 2D。そしてエリア 2D にプレイヤーって名前つけていただいて、ノードを追加で、アニメテッドスプライトはい、それです。で、アニメーション。簡単に解説すると、このゲームエンジンではノードというものの組み合わせでやっていきまして、今回はプレイヤーというエリア 2D ノードとアニメーテッドスプライトノードを追加しました。それが左側のシーンの中にツリーとして出てます。うんふんふん。このノードの組み合わせをシーンとして扱ってるわけですね。うんふんふんふん。で、アニメーテッドスプライトを押していただくと、右側のインスペクターにアニメーテッドスプライトって出たと思うんですが、あ、これですね。右側ですね。これです。はい。これが、各ノードの詳細な情報を編集するプロパティみたいなもんです。うんふんふんふん。今回はうんふんテクテク歩くキャラクターを追加したいので、右側のフレームズの中のカラってなってるじゃないですか。うんふんふん。これですねこうしてい。ただいて、スインキスプライトフレームズを選んでいただいて、はい。で、もう一回スプライトフレームズをクリックすると、はい。スプライトフレームを設定する部分が下にポップしてきます。はい。デフォルトのアニメーションを作っていくので、アセットとして先ほど追加した中から、プレイヤーグレイウォーク1、2をドラッグしてアニメーションフレームの中に突っ込んでください。いいですね。はい。で、こいつのアニメーションの名前も名前を変えておきましょう。これですか？これです。そしたらもう一個、ウォークのちょっと左上にある新規追加ボタンのアイコンがありまして、これですね。はい。ニューアニムを選んでいただいて、今度はこうアップってことですか？アップです。ふふふ飲み込みが。素晴らしい。飲み込みが早いぜ。来年にはスーパーゲームクリエイターひょうやまさんだな。これでこれで。アニメーションが設定できました。画面の中央の部分に画像が出てきたのお分かりですか？うん、お分かりです。これですね。これが実際のゲームを実行した時に出てくる部分の静止状態でのプレビューみたいな感じですね。はい。一旦ここで保存しておきましょう。コントロール S とか押してください。保存してください。これで保存で。はい。そしたらですね、このプレイヤーをテクテク動かすんですが、ちょっと今のまんまだと、ウィンドウサイズに対してこのキャラクターが大きすぎるので、ちょっと減らせます。はい。もう一度アニメーテッドスプライトをシーンから選んでいただいて、はい。で、そのインスペクターで、ノード 2D のトランスフォームって項目があるんですね。で、このトランスフォームを一度クリックしてください。トランスフォーム。トランスフォームあった。スケールの X と Y をそれぞれ 0.5 に調整しましょう。スケール、こっちか。0.5。0.5。ちょうどいいサイズになりました。
チュートリアルなんて値が決まってるんですが、実際にはこれ画面見ながらこんぐらいかなって調整していくことができますね。はい。そしたら、このプレイヤーに当たり判定をつけます。はい。プレイヤーを選んでいただいて、もう一度コボ追加とやります。プレイヤーをうん右クリックして、うん。濃度を追加とやります。ああ、これですね。この中にコリジョンシェイプ 2D というものがあります。検索のところにコリジョンって打った方が早いかもしれない。コリジョンシェイプ2これですね。はい、そして作成します。コリジョンシェイプ 2D は当たり判定を決めるためのノードなんですが、形がいくつか決めれまして、形は今決めてないので、これから決めます。はい。インスペクターを見ていただいて、シェイプが空となっているところをクリックしていただいて、はい。今回は一番上のカプセルシェイプ 2D を選びましょう。はい。そうすると、中央の部分に、マウススクロールで拡大できるので、その子の周辺拡大してあげてください。はい。で、今、青いカプセルシェイプがありまして、あ、伸びちゃった。はい、これをだいたい画像と合うように伸ばしてやりましょう。おお。これでも結構判定厳しくない判定厳しくないこれ。もうこの辺のさじ加減はお好みでこんなもんかな。良いと思います。はい。これで当たり判定と画像の表示ができたので、動かしていきます。はい。プレイヤーノードを右クリックしていただいて、うん。で、スクリプトアタッチを選びます。うんうん。この辺はデフォルトで特に問題ないので作成してください。はい。そして、ここからがプログラミングっぽいことになります。私は習うより慣れる派なんで、慣れてもらいましょう。はい。簡単にざっと解説すると、ノードの組み合わせでゲームを表現するというのは、先ほどちらっとお話した通りなんですが、ノードが持ってる機能以外だけではどうしてもできないことがあるので、カスタムの動きをつけることができます。うんうん。そしてこれがカスタムスクリプトです。うんうんうん。プログラム言語を使って動きをカスタマイズするんですが、今回使う言語は GD スクリプトといいまして、この五動エンジン独自の言語です。このゲームエンジンで使うためだけに設計されたので、普通の言語だったらちょっとめんどくさくなるような記述が楽に書けたりします。なるほど。基本的なある程度まではグラフィカルに組み合わせることができて、一部の動きをカスタマイズする部分だけでプログラムを書いてみるというのは、個人的にはいい学習ステップだと思ってます。うんうん。ではやっていきましょう。今すでにテンプレートとして書かれているものがあるんですが、1行目の Extends Area 2D というのが、エリア 2D の動きを拡張しますという宣言ですね。うんうん。今は使わないんですが、下にある Func_Ready っていうのが、ノードの関数を定義するところでして、Ready というのは最初に登場した時に自動的に呼ばれるやつですね。うんうんうん。パスというのは何もしないということを表せます。うんうん。プレイヤーの動きをこのスクリプトを使って書いていくわけですが、まずはスピードというものを定義しましょう。いい色。具体的には3行目あたりにカーソルを合わせていただいて、エクスポートと打ちます。そしてスペース入れていただいて、VAR と打ちます。スペース開けていただいて、スピードと打ちます。で、イコールと書いていただいて、はい。400入れておきましょう。はい。これで、プレイヤーのノードに新しくカスタマイズ可能な値として、スピードというものが導入されまして、うんうん。シーンからプレイヤーを選んでいただいて、そうすると、インスペクターの中に、うんうん。今までになかったスクリプトバリアブルっていうのが一番上に出てきていまして、おー、スピード出てますね。はい、ここから値をいじれるようになります。おー。ではスクリプトに戻りましょうか。プレイヤーの横のなんか巻物みたいなアイコンを押すと、プレイヤーのスクリプトを開くことができます。これか。で、もう一個、エンターを押していただいて、今度はいきなり VAR と入れていただいて、スペース入れていただいて、スクリーンアンダースコアサイズと入れてください。はい。スクリーンサイズ。まず、バーというのがカスタマイズ可能な値に名前を付ける機能でして、これで名前付けておくと、後でこの値をあっちこっちで使い回せます。うんうんうん。これにエキスポートと付けると、先ほどインスペクターで確認したように、外部から値を入力欄でいじれるようになります。うんうんうん。スピードについてはゲームバランスの調整とかやりたいことがあると思うのでいじれるようにしましたが、スクリーンサイズは今回内部でしか使わない予定なので、うんうんエキスポートをつけないでやりました。うんうんうん。最初はすごい全てがちんぷんかんぷんだと思うんですが、はい。やってると分かります。はい、わかりました。やっていきましょはい。う。11行目の下にエンター使って空の行を挿入していただいて、はい。スクリーンサイズスペースイコールと書いていただいて、
イコール。get アンダースコア view この他の中にある get viewport rect ですね。はい。ドットサイズと打ちます。ドットサイズ。パンクってつけたものが関数となって後で呼ぶことができるんですけど、もともと定義されているものもいっぱいありまして、get viewport rect というのがその中の一つです。うんうん。この get viewport rect というのは画面サイズを取ってくるやつなんですね。うんうんうん。で、画面サイズが rect2 とものがありまして、その中のサイズというものだけを取ってきます。うんうん。イコールはこの変数に値を設定するコマンドです。うんうん。なので、この ready の関数が呼ばれたときに、スクリーンサイズにビューポートのサイズを設定しますという記述を今やりました。うんうん。ちらっとお話した通り、ready はこのゲームが始まった瞬間にゲームエンジン側が呼んでくれます。なるほど。基本的にこういう関数って多すぎるんで、うん。覚えるもんじゃないです。では次に入力をチェックしましょうか。はい。入力を受け取る方法っていろいろあって、例えばキーボードを押してたりとか、ジョイパッドを押してたりとか、マウスだったりとか、なんかタッチスクリーンをタッチしてますとか、いろいろあるんですけど、この五道というゲームエンジンではそういった入力をまとめて扱う機能があります。なので今回はいきなりそれを使います。はい。プロジェクトからプロジェクト設定を開いていただいて、一番上のインプットマップというものを選んでください。はい。で、ここで入力を定義するんですが、とりあえず上下左右の移動を作りたいので、新しくアクションを定義します。はい。まず、Move Up アクションの入力欄に入れていただいて、追加を押してください。はい。で、 Move 追加ですね。そして追加できたものに対して右側のプラスボタンを押します。はい。今回は物理キーを追加しましょう。そしたらアップなんで上矢印キーを押してください。はい。 OK です。これと同じ要領でアップ、ダウン、レフト、ライトを作ってください。できましたね。はい。今定義した Move Up Left Right でこれを使ってキャラクターの動きを作っていきます。はい。新しく15行目あたりにパンクと書いていただいて、スペース開けていただいて、はい。アンダースコアプロセスと書いてください。新しくベロシティという変数を定義するので、バーと書いてスペースベロシティと打ってください。で、イコールと書いていただいて、はい。今度は大文字の V、小文字の E、そのベクター2を選んでください。はい。ドットと打っていただいて、大文字で ZERO。今定義したのがプロセスという関数でゲームエンジンから呼ばれます。うんうん。ゲームというのは基本的に1秒間にだいたい10回から120回ぐらいの頻度で画面の内容を更新しながら動くんですね。うんうんうん。で、これを読んだ時にプロセスの中にカッコの中に書いてあるデルタという部分が変数になっていまして、うんうん。前回の実行から今回の実行までに何秒経ったかという数値が入っています。うん。これは後ほど使います。はい。今回新しく出したベロシティというのが速度を保存するための二次元ベクトルの値を入れています。はい。ひょが嫁さんってベクトルとか線形代数とか、いや、何もわからないですよ。いいですね。ベクトルが便利なんで使うんですけど、あんまりそんなベクトルすることはなくて、単に今回は横軸の移動量と縦軸の移動量としてそのまま使うだけです。うんうん。そしたらそこでエンターを押していただいて、IF と打ちます。そしたらスペース開けていただいて、大文字の I を打って、下にあるインプットを選んでいただいて、インプット。 I でドットを打ちます。はい。IS アンダースコアアクションアンダースコアプレスド。はい。そしたらカッコを書いていただいて、カッコの中にダブルクォートを入力します。で、ここでちょうど他に出てきてますね。とりあえずは Move ライトを選びましょうか。コロンを打ちます。で、エンターを押していただいて、velocity.x プラスイコール1としてください。if というのが特定の条件式の時だけ自分よりインデントが深い処理を実行しますというもので、うんうんうん。今回は move right が押されていた時に velocity の x を1に増やすという処理を書いています。うんうんうん。要は右を押したら x 座標が増える方向に書いたわけですね。はい。なるほど。似たような感じでレフト、アップ、ダウンも同じように書いてください。はい。
これですか？ポジションと打ちます。ポジションにプラスイコールベロシティで、はいかけるデルタを押してください。かけるデルタ？はい、これでキャラクターがもう動くようになったんで、一回動きを確認してみましょう。はい。右上の方にある、再生ボタン。あ、これか。現在のものを選択で良いです。これでもう上下左右キーで動くはずです。動かない。おや？動かない。あ、動いてる動いてる。動いてる。あ、速度が遅すぎましたね。これにさらにかけるスピードとします。おお、動いた。下方向がぎこちない？ぎこちないですね。ライトだけプレスドにしてるんですけど、ライト以外はジャストプレスドにしてるんで、あ、なるほど。なんか、ジャストプレストになってたんですね。はい。移行しましょお、これで、やったー、自由だ。う。動けます。やったー。やったー。このゲーム6割完成かな。いかがだったでしょうか。初めての概念が多く登場し、全然わからないと思います。私もそう思います。人によって教え方は違いますが、私はまずはわからないままでもやってみることをお勧めしています。ある意味で水泳と同じようなもので、あらかじめいろいろな概念を学習してからさあ取り掛かるぞとするよりも、まずは水の中に入ってみてもがいてみる方が早いですし、理解も深まると思ってます。次回はこのチュートリアルのゲームを完成させます。もし面白ければチャンネル登録よろしくお願いします。